本日の動画は自律神経失調症のあなたが絶対にしてはいけないことというテーマでお話しいたします。この動画を最初から最後までしっかりと見ていただくことで、自律神経失調症を良くしようと思っていることが、もしかしたら逆効果になっている可能性があるかもしれません。その逆効果を避けるため、改善に悪影響が出ないように、絶対にやってはいけないこと、してはいけないこと、それが明確になると思います。ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、野村整骨院の野村明夫です。まず傷つけることなかれ。これは大昔に異性と呼ばれたヒポクラテスという人がいました。その人の二大訓戒の一つです。そして私が YouTube で動画をアップするときに一番気をつけていることです。私の動画を見られて自律神経失調症の症状が良くならないとか現状維持とかでしたらまだいいと思っています。ですが決して悪くならないように、絶対に悪くならないように、そこに一番フォーカスしています。これを行ってあなたが傷つくことがあってはならない、とても当たり前のことを言ってるように思われますが、この当たり前というのはなかなか難しいかもしれません。自律神経失調症といえば自律神経の乱れから来るさまざまな症状、一例を挙げますとだるさなどの疲労感、不眠、眠れない、息苦しいとか喉の不快感、動悸、息切れ、めまい、肩こりや首こり、耳鳴り、頭痛、吐き気、下痢、便秘、精神的メンタル的な症状ですとイライラ、焦り、憂鬱や不安感、落ち込み、やる気が出ないなど、そしてこれらが重症化するとうつ、不眠症、不安障害、パニック発作などに発展する可能性があります。そしてこれらの原因はストレスです。ストレスを受けると人は体を固めて、筋肉を固めて守ろうとします。筋肉が硬くなるとその筋肉の間を走っている血管やリンパ管、そして神経が圧迫されて細くなります。細くなるとそこを流れている血液やリンパ液、そして神経ですと脳脊髄液、それらの循環が悪くなります。そして肋骨、この胸郭や横隔膜が硬くなることで呼吸にも影響を与えます。つまりストレスによりこれらの循環ですね、血液循環、リンパ液の循環、脳脊髄液の循環、そして呼吸ですね、酸素と二酸化炭素の循環に影響を与えます。ですからこの硬くなった体ですね、硬くなった筋肉を柔らかくすればこれらの循環が改善されて自律神経失調症のさまざまな症状も和らぐわけなんですけども、じゃあその筋肉が硬くなってるんだったら、体が硬くなってるんだったら揉んだりすればいいじゃないか、揉んでほぐせばいいと思われるかもしれません。しかしここに落とし穴があります。江戸時代漢方医の間では揉むと肉が腐るという言葉がありました。これはどういうことかっていうと、筋肉を強く揉んだり強く押したりすると筋肉が余計硬くなって症状が悪くなるということを分かっていたわけですね。つまり自律神経失調症を改善しようと思っているあなたが絶対にしてはいけないことというのは、強く揉む、強く押す、この2つです。でも筋肉を柔らかくするんだったら揉んでほぐせばっていうふうに思われている方も多いと思うんですけども、じゃあなぜ強く揉んだり強く押したりしてはいけないのか、筋肉がどうなるのか。筋肉というのはこの髪の毛ありますよね、髪の毛ぐらいの細い糸状の繊維が束になってできているんですね。それを強く揉んだり強く押したりすると切れちゃうんです。例えばですね、これ腕筋肉ありますよね、これこう揉みますよね。実はこれぐらいでも筋肉の繊維っていうのは切れてるんですよ。切れてるんですけどもちゃんと修復するんです。修復する時が問題なんですね。どうやって修復するかっていうと、こう繊維がありますよね、それが切れますよね。切れるとこれカルシウムを使ってねつなげていくんです。で筋肉に余分なカルシウムがたまるんで、さらに筋肉は硬くなります。でそれを揉むでしょ、切れるでしょ、カルシウムたまる、そうすると硬くなる。硬くなると血行が悪くなる。血行が悪くなるとだるい、辛いっていうような症状があります。そして循環が悪くなって自律神経失調症のようなさまざまな症状が現れるわけですね。ですから筋肉を強く揉んだり強く押したりするのは絶対にやめてください。
でも先生、揉むと気持ちいいじゃないですかって言われると思うんですけどね。じゃあなぜこれ気持ちいいのかっていうと、実は硬くなっている筋肉っていうのはもう血行が悪くなってるんですね。そしてこう揉むことによってですね、肩とか揉むことによって気持ちいいですよね。これ揉むことによってですね、血流は一時的に良くなるんですよ。筋肉の繊維は切れるんだけど、血流は一時的に良くなるんです。ただその切れた後ですね、揉み起こしとか揉み返しっていう言葉ありますよね。それは筋肉の繊維が切れて後で痛みが出てるわけなんです。だから本当にうまいマッサージ師さんとか指圧師の方なんかは筋肉の繊維を切らずにですね、揉み起こしを起こさないように筋肉をほぐすことができます。ただこれ非常に高等技術なんで、ほとんどこれできる人いないんですね。本当にですよ、本当に強く揉んだり強く押したりして改善するんでしたら、世の中から首こりや肩こり、腰痛っていうのはね、とっくの昔になくなってるはずです。さらに自律神経失調症の方の体っていうのは非常にデリケートになっています。ですから最低限の刺激で改善できるようにしなければなりません。強い刺激というのは絶対にダメです。じゃあ強く揉んだり強く押したりしちゃダメだっていうと、どれぐらいの力までだったら OK なのか。小指ありますよね。小指でこうギュッと押して小指が痛くならない程度、それぐらいまでの強さだったら OK です。ですからこうさすったりですね、ちょっとこう手のひらで押したりする分は大丈夫です。ただこう親指とかでギュッと押したりすると筋肉は余計硬くなりますので、これだけは絶対にやめてください。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。